通に見たら気づけないファンサービス。作品内に散りばめられた制作陣のお遊び、ネタ解説。ガンダム作品は、そのタイトルの通り、ガンダムを題材とした作品ですが、ふと、よく見ると、全く違う作品から登場するキャラクターがこっそり入れられていたり、違う世界の出来事が起きたと思わせる演出がされていたり、作中の人物の性格とは全く異なる一面がこっそり盛り込まれていたりします。今回は、そんなガンダム作品に盛り込まれた制作陣のお遊び10選をご紹介させていただきます。1、オルフェンズでのオーストラリアのコロニー跡地。機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズは、無人機動兵器モビルアーマーの暴走に端を発した大戦争である薬剤戦が終結してから約300年後の世界を描いた物語です。治安維持組織ギャラルホルンが経済圏の監視を行うものの、長い年月が経過したことでギャラルホルンが腐敗して貧困や差別が蔓延し、生活難の孤児や人身売買されたヒューマンデブリと呼ばれる存在が溢れた荒廃した世界となっています。オルフェンズの世界では薬剤戦が甚大な被害を被った戦いだったとはされているものの、どのような戦いだったのか具体的には描かれていません。そのため過去の地球で何があったのかもわからないようになっています。しかし第4話に登場した世界地図では、オーストラリア大陸東沿岸、位置的にはシドニーが陥没しています。オルフェンズとは世界観の異なる作品、機動戦士ガンダムの舞台である宇宙世紀では、一年戦争でのコロニー落としの結果、シドニーに大打撃を与えており、さらにターン A ガンダムでは全てのガンダムの歴史の行き着く先がターン A ガンダムの世界ともされているので、一年戦争のコロニー落としの傷跡が残っているのではないかという話がファンの間で広がりました。ただ作中では理由が明らかにされていないことから、一種の小ネタではないかと言われています。2、機動武闘伝 G ガンダムのいろんなガンダム大集結。次は機動武闘伝 G ガンダムの最終決戦に登場するモビルスーツたちです。ガンダムファイトはネオジャパンのゴッドガンダムが優勝を飾りましたが、ウルベ少佐がレイン・ミカムラを生体ユニットとしてデビルガンダムを動かします。そして各国のコロニーや地球を飲み込もうとするデビルガンダムを食い止めるため、世界中のガンダムを含めたモビルスーツたちが立ち向かうのですが、作品の枠を超えたゲストモビルスーツたちが多数登場しました。まずRX78 ガンダム、ガンキャノン、ハイゴッグ、プチモビ、ゼータガンダム、ガンダム F91、ダブルゼータガンダム、ガンダムマーク2、ニューガンダム、ジム、GP03 ステイメン、アレックス、GP02、リガズリ、GP01 フルバーニャン、V2 ガンダム。このようなすでに映像化されている機体だけではなく、クロスボーンガンダムがさりげなく登場していたり、次回作の新機動戦機ガンダムウィングからウィングガンダムが登場したりしています。ちなみにウィングガンダムは撃墜されるという、すでにこの時から悲運の機体となっています。またザンボット3、大ターン3といったサンライズつながりの機体も登場するというネタの宝庫となっています。なお最終回に限らず、特に決勝大会ではガンペリーやガウをはじめとした多数の戦艦なども登場しているので、興味のある方はぜひ探してみてはいかがでしょうか。3、アスランカーがアスラーダ。機動戦士ガンダムシードデスティニーの作中で、ザフット軍艦ミネルヴァはユニウス7破砕作業を行うも惨事は食い止めきれず、地球各地は甚大な被害を受けてしまいました。こうして地球に降りたミネルヴァは宇宙で受けたダメージの修理を行い、さらにカガリエラース波を送り届けるべくオーブに向かいました。その時にアスランザラが外出するのに車を使用するのですが、この車が新世紀 GPX サイバーフォーミュラに登場するアスラーダ GSX やベルサーティスに似ているということで話題になりました。ちなみにシードフリーダム公開後の福田監督の X での話によると、この車は GSX ネオ、ベルサーティスのようで、アスランザラが運転すれば最速のようです。サイバーフォーミュラはガンダムと同じサンライズ作品であると同時に、ガンダムシードシリーズと同じ福田光雄監督が務めていることから、アスランカーがアスラーダという組み合わせが実現したのかもしれません。なお、機動戦士ガンダムシードエクリプスの主役モビルスーツエクリプスガンダムの変形した姿がアスラーダに見えるという意見も多く、さらに
福田監督は過去に無敵メカトライダー G7 にて福田光雄名義で設定制作を担当されているので、巷ではそういった経験が現在につながっているのではないかとも言われています。4. ゼータガンダムに登場するウォーカーギャリア。機動戦士ガンダムに登場した隼人小林は一年戦争でホワイトベース隊の一員として大活躍を見せた結果、連邦軍によって監視される生活を送らされることになり、戦争博物館の館長という官職に回されてしまいましたが、機動戦士ゼータガンダムの劇中ではカラバに参加し、エウーゴを援護していました。そんな隼人が戦争博物館を背景にして登場するシーンでは、ガンキャノン108などが映る中、一瞬だけウォーカーギャリアらしき機体が展示されている様子が描かれました。ウォーカーギャリアとは、戦闘メカザブングルにおける後半の主人公機体であり、ゼータガンダムの劇中のワンシーンでは、カラーリングや細部が異なっているのですが、同じサンライズ作品だからか、こういったお遊びが取り込まれています。なお、ムック本では、あくまで謎のモビルスーツとされていて、明確なことは書かれていません。5. 劇場版ゼータガンダムに登場する隠れ機体たち。劇場版機動戦士ゼータガンダム3星の鼓動は愛では、ゼガンの門の戦いで、テレビアニメ版ゼータガンダム本編には登場しないモビルスーツがいくつか登場します。まず、機動戦士ガンダム0083に登場したジムキャノン2、ジムカスタム、ドラッツェです。宇宙世紀の歴史上は、0083の年代で登場したモビルスーツなので、0087を描いたゼータガンダムに登場しても何らおかしくないのですが、もともとはアニメ版ゼータガンダムの放映の後に、ガンダム0083が制作されたからか、劇場版ゼータガンダムで追加されました。また、その他には、ジャミトフとの謁見のために、ハマーン・カーンがゼガンの門を訪れるシーンで、アドバンス・オブ・ゼータ・ティターンズの旗の下に登場するガンダム TR1 ヘイズルが一瞬だけ登場しています。ちなみに、非常に小さく写されているからか、装備については特に明確にされておらず、モビルスーツバイブルなどの書籍では、あくまでヘイズルとされているようです。6. イデオン頭のジム。ここからは、機動戦士ガンダムにまつわる小ネタとなります。劇場版機動戦士ガンダム3巡り合い空の作中で、地球連邦軍の量産型モビルスーツジムがジオン軍のドムを切るシーンがあるのですが、一瞬だけジムの顔がイデオンになるというものです。イデオンは伝説巨神イデオンに登場する巨大人型メカであり、惑星を破壊し宇宙を滅亡させることができる恐ろしい性能を持っているので、ジムとは比べ物になりませんが、ジムと似通った風貌からか、時にはファンからジム神様と揶揄されることもあります。頭部はジムと異なり、2本の角を備え、頭頂部が少し突き出たトサカのようになっています。確かにドムを切る瞬間は、なんとも量産機らしいジムの顔をしていたのにもかかわらず、一瞬だけ濃い陰影とともに、険しい顔つきに変貌しており、まるでジム神様が乗り移ったかのようなワンカットに変わっています。ちなみに、イデオンといえば、ワンピースの作者、小田栄一郎氏は、人生で初めて買ってもらったプラモが、イデオンで思い入れが深いことから、イデオンをモデルにしたイデオというキャラクターを生み出しています。7. 大ターン3からのゲスト出演。機動戦士ガンダムには、同じサンライズで、機動戦士ガンダムの前に放映されていた作品、無敵光人大ターン3から、主役のハラン・バンジョウと、バンジョウの執事のギャリソンときた、そして元手品師のコマンダーエドウィンが登場します。第14話の冒頭で、コマンダーエドウィンは、大ターン3の作中と同じように手品を行う様子が描かれており、ハラン・バンジョウは、そんな手品を楽しむジオン兵に紛れています。また、バンジョウの隣が執事のギャリソンときたと言われています。ちなみに、似ているような似ていないような曖昧な感じもしますが、これらのキャラクターについては、ガンダムインフォや書籍機動戦士ガンダム記録全集5にて、このシーンでゲスト出演させていたことが明かされています。8. ノーマルスーツを着たルパン三世。31話では、ホワイトベースがジャブローを出港して宇宙へ飛び立つのですが、出港のシーンで、整備士と思われる2人が、ルパン三世と次元大介に似た人物になっています。ちなみに、こちらも、機動戦士ガンダム記憶全集5にて、作画のお遊びとして描かれたことが明かされています。9. 宇宙を飛ぶ他作品のメカたち。機動戦士ガンダムの後半では、宇宙を舞台に
敵味方ともに多数のモビルスーツたちが所狭しと戦いを繰り広げました。そうするとやはりモビルスーツが忍ばせてあるようです。第35話では新兵器ソーラーシステムによって突破口を開いた連邦軍はジオンの宇宙要塞ソロモンにモビルスーツの大編隊を出撃させます。多数のジムとボールが映るこちらのシーンですが、そこにはライディーンと大ターン3も描かれています。また最終43話ではジオングとガンダムの緊迫した戦いの最中、目にも止まらぬスピードで画面を飛び去る元祖鉄人28号の姿が描かれています。10. ハレンチなブライト。ブライトノアといえば機動戦士ガンダムの劇中では19歳で士官学校を卒業し、地球連邦軍の士官候補生としてホワイトベースに乗り込んだはずが、シャアの強襲によって新米ながらもいきなり艦長代理に任命され、嫌味を言われたり多数決を取ったり、民間人に手を焼きながらも激しい戦いをくぐり抜けた真面目な人物です。しかし制作陣のお遊びで作中のキャラクター性とは全く関係のない作画が一瞬だけ描かれています。それがこちら。31話の冒頭で今後のホワイトベース隊に関する会議を終えた後、未来と一緒に戻るシーンです。ブライトがバギーのブレーキをかける瞬間、シートベルトをしていない未来が飛び出さないようにかばっているように見えたかと思えた直後、ブライトの手が未来の胸から次第に下の方へと向かいます。これは通常速度で見るとほぼ見ることができない一瞬のシーンで、ブライトの人間性とは一切無関係な作画のお遊びとして描かれたことが記憶全集5で明かされています。ただこのシーンの直前の会議で未来にはカムランという婚約者がいることをブライトは聞かされているので、意外と意味ありげにも見えてしまうのが面白いのではないでしょうか。以上、制作者の作画遊びとして盛り込まれたシーン10選を挙げさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひ皆様の好きな作画遊び、コメントで教えていただけたら嬉しいです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。